皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国のムン・ジェイン大統領の日本に対する態度が変わったかのように見える報道というのがこのところ流れているわけですが、実際問題そうした話というのはあくまでも見た目の変化に過ぎず、実質的には何の変わりもありませんよという解説を行っていこうと思います。今回の話題は、従軍慰安婦問題における日韓合意。この日韓合意についてムン・ジェイン大統領が、これまでは認めない姿勢だったにもかかわらず、急に日韓合意を認めるようになり、韓国側の発言というものの変化が出ていることです。つい先日、韓国においては、日本政府を相手とした自称慰安婦の人たちらによる裁判というものが行われ、日本政府はこの裁判に対して主権免除というものを理由としてそもそも裁判には参加しませんでした。しかし韓国側の裁判は日本側の主張というものを一向に考慮せず、日本政府を断罪する判決を出しました。こうした韓国の司法というものはそもそも韓国政府が日韓合意などを認めないという姿勢をとっていたからこそ行われていたものであり、韓国司法の暴走というよりは韓国政府の暴走に司法も付き合っているような形が現実です。ところがこうした司法の動きというものに対してムン・ジェイン大統領は今更日韓合意について認める発言をしてきたというわけです。この変化がどのような意味を持つのか、今回はそのことを追っていきましょう。というわけで、韓国側が一体何を言い出しているのかニュースをご覧ください。韓国政府、慰安婦勝訴判決に日本に追加請求しない。韓国政府は23日、慰安婦被害者が日本政府を相手取り、損害賠償を請求して勝訴した判決と関連し、政府レベルでは日本に追加請求しない方針と明らかにした。その上で、慰安婦被害者と相談し、円満な解決に最後まで努力したいと説明した。外交部はこの日発表した慰安婦判決関連日本側談話に対する立場で、政府は2015年の慰安婦合意が韓日両国政府間の公式合意であることを認める。同時に当事者の意思が反映されていない政府間の合意だけで真の問題解決にはならないという立場を明らかにしてきたとした。続けて、これに伴い韓国政府は日本に対し政府次元ではいかなる追加的な請求もしない方針としながらも、被害当事者らの問題提起を防ぐ権利や権限を持っていないとして線を引いた。外交部は、韓国政府は慰安婦被害者らと相談し、円満な解決に向け最後まで努力するだろうが、日本側もまた自ら表明した責任痛感と謝罪、反省の精神に立脚して、被害者らの名誉、尊厳回復と心の傷の治癒に向けた真の努力を見せるべきだろうと強調した。これに先立ちソウル中央地裁は、ペチョンヒさんら12人が日本政府を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、原告に1人当たり1億ウォンを支払えと命じ、原告勝訴の判決を下した。これに対し日本政府は判決直後に駐日韓国大使を呼び不快感を示したのに続き、この日茂木外相が判決は国際法に明らかに反するものであり極めて遺憾という談話を発表した。茂木外相は談話で、判決は断じて受け入れられない。韓国に対し国家として自らの責任で直ちに国際法違反の状態を是正するために適切な措置を講じることを改めて強く求めると明らかにした。一つ目に紹介した記事では政府間レベルにおいてはもうお金は要求しないという話をしているわけですし、また日韓合意についてもこの存在を認めています。しかし、その実態としてどのようなことをするのかというのはそれこそ韓国側の大使が本音を喋っています。韓国駐日大使慰安婦問題新たな基金を。韓国の駐日大使が赴任のため22日に成田空港に到着しました。慰安婦問題について日韓両国で新たな基金を作る議論をすべきとの考えを明らかにしました。駐日大使は日韓関係が正常化されることが両国、両国民に良いことだと確信していると語りました。慰安婦問題をめぐっては韓国の裁判所が今月元慰安婦らへの賠償を日本政府に命じるなど再び大きな懸案になっています。こうした中、大使は2015年の慰安婦問題をめぐる日韓合意は破棄しておらず今も有効と述べました。合意では日本政府が10億円を拠出して作られた財団が元慰安婦らへの現金支給などを行ってきましたが、2019年に解散されています。大使は個人的な考えとした上で、この枠組みで支給されずに残っている5億円余りを活用し、日韓両国で新たな基金を作る議論をすべきとの考えを明らかにしました。
これまでのムン・ジェイン大統領は日韓合意の存在そのものについても非常に否定的な発言を続けてきました。それに基づいて日本政府を非難してきたわけです。今回の発言の変化というのはそうした意味においては日韓合意の存在そのものは認めるが、しかしその効果として結局は個人の請求権については認める方向で韓国政府もお墨付きを与えますよという発言だったわけです。というわけで韓国で行われている裁判というのは日本から見たら異常だし、また国際法上においても異様な光景なわけですが、韓国政府にしてみれば結局は政府の言っていることと裁判所のやっていることは大きな差はないのだから問題ないという姿勢にしか見えません。一般的なニュース解説としては、韓国政府は韓国司法の暴走について手を焼いているといった解説をすることが多く見られるわけですが、しかし今回の韓国側の発言を見てもわかるように、個人の請求権については別に咎めるわけではないという姿勢からも、韓国政府としては韓国司法と別に意見が異なっているわけではないことがわかります。しかし、そもそもの本質論として、今回の問題というのは日本側にお金を要求するといったことはすでに話としては行ってはいけないというのが日韓基本合意です。本来であれば、個人の請求権を認めるというのであれば、その請求先というのは日本政府ではなく、すでに韓国政府、つまり韓国国内の国内問題として対処しなければならないのです。それが日韓の政府間の取り決めというものです。こうした第一前提というものを破壊しているのが今の韓国政府であり、歴代の政権であったと言えます。そして、韓国政府としては国家的な賠償というものを求めているわけではありませんよという点についてもかなりの注意が必要です。これは何も日本側からお金をくれということをやめますよという宣言ではありません。あくまでも国家としての賠償というその方式そのものについてはやめますよということに過ぎません。そのことがわかるのがまさに駐日大使としてやってきた人物で、この人物が話していたことは国家としての賠償を求めないが日本側がお金を出せということは相変わらず言っているわけです。これは日本側の基金を設立するという形での解決方法で、これは国家間のお金のやり取りという形をしない、つまり形だけ変えて日本側がお金を出せということを言っているのであり、本質的に金を出せという部分について何か変わったことがあるかといえば全くありません。つまりあくまでも看板を差し替えただけの話なのです。これは何も私の妄想の話ではなく、今回の駐日大使の発言というのも何もこの人が何か突飛なことを言っているわけではありません。日韓の間での問題があって、この基金が解散されたその後になっても様々な韓国側の政治家が新たな基金を作って、また日本側の企業や個人からどんどんとお金を出せばいいじゃないかという話を何度となく繰り返し行ってきました。ですから韓国側としては日本政府からお金を出すのが難しいようであれば、形を変えて基金という形であれば日本からもっともっと金は引き出せるし、もっと何回でも謝罪は出せるはずだという目論見があることがわかります。ではなぜそのように分かりづらいムン・ジェイン大統領が日韓合意を認めるかのような発言をしているかといえば、国際情勢の変化があります。このムン・ジェイン大統領の行動の変化といったものが見える背景には、アメリカの大統領の交代があります。政権が変わった時というのはこうなるだろうという予想はできます。しかし実際にどうなるかというのは常に手探りになります。ですから少し慎重にならざるを得ません。そのためムン・ジェイン大統領としても日韓合意という政府間の取り決めを破る形での行動というものが続けば、バイデン政権が韓国に対してどのように接してくるかはまだ未知数です。そのために日韓合意という政府間の取り決めについてないがしろにしているというこの現在の状況をバイデン政権に見せるよりは、まずは全体の総論としては日韓合意を認めつつも、個別の部分について日本側が悪いという話にしているのがアメリカに対するいわば外交的な偽装工作なわけです。しかし本質的には日本側に対してお金を出せと言っていることに関しては別に変わっているわけではありませんから、日本側がこれに応じる義理は全くありません。そういった意味で日本側がこの問題に対してより強い強硬態度を取れば、韓国側としては問題をこじらせたのは日本側のせいだと責任転嫁を行うことによって、やはり国際情勢上においても自分たちが悪者ではないといったような工作を行うことになります。このような単純な責任転嫁のシナリオなわけですが、なぜそのようなシナリオを採用するかといえば、トランプ大統領よりもバイデン大統領の方がより人権問題というものを重視しているからだと言われています。アメリカが政権交代直後ということもあって、
まだ不安定な状況ではありますが、このような見えすいた点には私は引っかからないとは思います。しかし、大きな問題としては、そうしたアメリカの反応以上に日本政府がこの問題に対して行動していないということこそ大きなマイナスです。日本政府はこうした韓国側の動きに対しては、何かされれば必ず後から口で非難するという行動を取り続けています。これは批判という対応だけであって、実際に何かするという行動をしているわけではありません。ですから、韓国側に対しては実害を与えてはいません。韓国側の動きを止めるには、口だけの批判など全く意味がないということは、これまでの日韓の歴史が証明しています。ですから何をすべきかというのは、基本的には制裁をするというのが一番良い案なわけです。今回は国際情勢が大きな影響を与えていますよという話をしましたが、そうした国際情勢上においても何を言うかという話よりも、もっと一歩進んで何を行うかというのが海外から見た場合も非常に重視されるのです。ですから、日本政府側が口だけで批判しているというのは、報道しないほどの程度の批判なのだなという、その批判のレベルを海外は見ていることとなります。今の政権にはそうした意味においては行動するためには多くの邪魔となる親韓派議員の存在というものがあります。日韓政治というものを正常化するためにはこうした親韓派の議員の人たちに対してはそれこそ引退勧告を行ったりもしくは選挙においてそもそも落選してもらうといったことが非常に重要となります。また、そうした制裁に動きを支援するような形での野党勢力が伸びるということもまた大事となるでしょう。そうした意味においては野党というものは今の日本政府を批判するだけではなく、どうしたらいいかといった提案型野党というものが求められますし、また口だけの批判ではなく実際に行動すべきだという点についてもしっかりと案を示してくれる政党というものが求められている時代だと私は思います。皆様はこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。